どうも、ユデロンです。1054話の考察後半です。どうやら革命軍サボは炎帝と呼ばれており、世界の英雄となっているようです。世界中で革命が起きているようです。ちなみに、サボの由来は、以前も紹介したように、フランス革命の際に工場で働く若い労働者たちが、サボ、器具を工場の機械に投げ入れて、反逆を表したサボタージュからでしょう。これは日本語のサボるという語源でもあります。これが1054話の話数の語呂合わせ6つ目、火起こし。火起こしでしょう。革命の灯火とエースの炎がサボの中で交わって世界中で火起こしが起きている。さらにサボは世界の英雄炎帝という名声も手に入れています。炎帝とはもちろんエースの技名です。それはある意味でサボがエースの夢を実現したと捉えることが可能です。エースは子供の頃サボとルフィの前で最高の名声を手に入れる。それだけが俺の生きた証になる。と夢を叫んでいました。そしてサボはエースの代わりに英雄であり、炎帝という名声を手に入れています。さらに1054話とつながる154話でもエースは登場しており、これはこちらで考えた話数の一つなぎが成立しています。ちなみに54話のタイトルはパールさんであり、パールさんは発火する男ですから、1054話炎帝と54話はつながっています。またさらにサボはメラメラの実を食べた時にエースもらうぞお前の技と言っており、この回は744話ウソップが英雄神のように称えられているのが面白いです。この炎帝を黒ひげは太陽だと表現していました。1054話のサボの写真のコマには太陽のマークの旗も飾られています。さらに黒ひげはその太陽に対するものを闇と表現していましたから、炎帝サボ太陽と敵対する天竜人のイメージは闇であることがわかるでしょう。ワンピースでは太陽と闇が敵対関係、太陽と月は友好関係でしょうか。太陽の神ニカコとルフィは月の民シャンディアたちの長年の悲願だった黄金の鐘を鳴らし、さらに光月家の長年の悲願だったカイドウ撃破も成し遂げています。太陽の神ニカは皆既日食のように満月と重なって覚醒しました。そしてさらになんとサボがアラバスタ国王コブラ王を殺害したと言います。これが1054話の話数の語呂合わせ7つ目、ゼロを前につけて男の死。男の死でしょう。そんなサボは天竜人の旗天×竜の蹄を燃やして世界貴族へ宣戦布告。これはもちろん NES ロビーで世界政府の旗を燃やして宣戦布告したルフィと重なるでしょう。そんなサボたちはバーソロミュークマの奪還にも成功。しかしアラバスタ王女ビビは失踪したと言います。これが1054話の話数の語呂合わせ8つ目、どこよ。どこよでしょう。アラバスタ王女ビビはどこへ消えたのか。これらは154話のタイトルアラバスタへとつながっています。しかし本当にサボがコブラ王を殺したのでしょうか。これはおそらく違うでしょう。サボがコブラ王を殺害したというのは天竜人五老星の嘘でしょう。ちょうど現れたサボにコブラ王殺害の濡れ衣を負わせたと考えます。コブラ王はレベリー後に五老星に面会を求めていました。それはもちろんロビンが発見したポーネグリフについてです。ポーネグリフを調べることは王族といえど大罪ですから、コブラ王が五老星に消された可能性はあります。一方ビビはどこへ消えたのでしょうか。考えられるパターンはサボと一緒に脱出して革命軍がビビを囲っているパターンでしょう。これが最も可能性が高そうです。サボ、ビビ、クマ、そしてボニーも革命軍にいそうです。さらにもう一つのかすかな可能性としては154話ではカルーがなぜか氷漬けになっていました。さらにこちらの動画ではイム様の能力は水であり、そこから氷も生み出せると考えましたから、154話のカルーとリンクしてコブラ王はもしかするとマリージョアで氷漬けになっている。それはスターウォーズのハンソロのように、つまりコブラ王は凍結されて生きている可能性がわずかにあるかもしれません。さらにイム様の本名はネフェルタリ・イムだと考えましたから、これが正しいならイム様の顔を見たコブラ王はかなり驚いたのかもしれません。そしてこれならルフィがビビと一緒にコブラ王を助けるために最終章でマリージョアに攻め込む理由が生まれます。一方もしも五老星がコブラ王の殺害をサボになすりつけたのなら、やはり五老星は無能でしょう。民衆は世界政府を作った最初の20人の家系ネフェルタリ家のコブラ王をサボが殺害したと新聞で知って、皮肉にもサボを英雄や神のように称えて革命の火が世界中に燃え広がっています。そんな報告を赤犬にするのは新キャラの黒馬転生。
天性のモデルは他の方も言われているように仁義なき戦いの小林明さんでしょうか。天性とは仁義なき戦いで小林明さん演じる武田が作った政治結社天性会からでしょう。そして馬とは馬、これは十二支のイメージでしょう。そして黒馬といえば西洋では悪夢という意味ですが、何か悪夢につながる能力を持っているかもしれません。さらに話はチャルロス星の殺人未遂事件へ。これはミョスガルド星が犯人を逃したと言っており、神の騎士団という新たな組織が判明しました。そんなレベリーから帰った王たちを狙って8つの国で革命が起きていると言います。世界各地で起きる革命。サボは炎帝様と呼ばれ、ローグタウンに似た街では死刑台の上にサボの写真が飾られ、その人気は反逆竜と呼ばれるドラゴンをしのぐ影響力だと言います。これが1054話の話数の語呂合わせ9つ目、火のごとし。火のごとしでしょう。エースから受け継いだサボの火が燃え上がり、赤く燃え上がる赤髪シャンクスも動き出し、さらにエースを殺した赤犬杯の火も燃えています。赤犬杯は海軍元帥となったようです。本編の考察は以上です。続いてはいつものように次号1055話の展開を話数の語呂合わせと話数の一つなぎを使って考えていきましょう。すでに前回の動画の最後にこのように文字のみで予想しましたが、1055話の話数の語呂合わせ予想一つ目は戦号。戦号というのはどうでしょうか。語は中国語でうです。戦号とは身分を超えた称号を勝手につけることです。1055話の話数の語呂合わせ予想2つ目は土豪。土豪というのはどうでしょうか。土豪とはその土地の領主、豪族のことですから、和の国の土豪である桃之助やアラバスタの土豪ビビが国について語りそうです。1055話の話数の語呂合わせ予想3つ目は土豪。土豪というのはどうでしょうか。土豪とは大きな声で起こること、そして風や波が荒れて激しい音を立てることです。赤犬杯の土豪が飛ぶのか。1055話の話数の語呂合わせ予想4つ目は同盟語。同盟語というのはどうでしょうか。ルフィとローの同盟語の動向が語られるかもしれません。さらに1055話は55話とリンクするでしょう。55話は発火する炎帝パールさん。55話のタイトルはジャングルブラッドですから、引き続き森人間モリモリの実の荒巻が猛威をモリモリ振るいそうです。以上です。最終章もよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。